ごきべニュースいや全て超えて先行のガチエンジェルフリー走るセンフレーズ星がきらめく残月への切なる祈りはその細い手で何を願うのかもう泣かないとそう誓ったからこの雫は空へ信じちょっとミルフィーユがね。いいですか？どうぞ。ノアさん、お姉ちゃんに何か。どうもこうもないわ。なんかエデンに帰っちゃったみたいなのよ。エデンに？前回の定期解放の時こんなメッセージが届いたんだけど。ちょっとエデンに戻りますね。で、その後の定期解放が1時間以上遅れてるの。本当にエデンに戻ったのかもしれない。あんたの家とか星で何かあったりした？いえ、私の方には何も。そう、能天気が極まって立場の重要性が理解できなくなったのかしら。そんなわけありません。冗談よ。まあメッセージの顔から本人に何かあったようには思えないけど、アブソリュートにゲートキーパーが不在なのは大問題だから、とりあえずペルを戻して確認しなきゃならないの。ではすぐにセルダールへ帰還しますね。それが今の話と前後してブラマンシュにルクシオールの補給を要請しちゃったのよ。復帰早々で忙しいダルの総裁に無理をお願いしちゃった手前断りにくくて。そんなわけだからまずはデパートシップとの合流ポイントへ向かってちょうだい。その後補給が済み次第できるだけ急いで戻ってくれる？了解しました。座標はこの後すぐに送るわ。それじゃ。お姉ちゃんどうしちゃったんだろう。補給作業が始まったな。しばらくは時間が空きそうだ。館内の見回りに行くかな。
いや。とりあえず入るのだ。うん。はあ、デリシャスバーだ。またいっぱい買い込んだね。食べてみるのだ。いいの？いいのだ。それじゃあ。これは。これもだ。味が薄いっていうか変。その通りなのだ。味が落ちたのだ。そんなバカな。このデリシャスバーガー古いとか？そんなことないのだ。届いたばかりなのだ。届いた？コンビニで注文したってこと？違うのだ。通販で買ったのだ。セットで安かったのだ。やっぱり。どうしたのだ？ほら、よく見てごらん。バーのところ。デリシャス。あ、ペーなのだ。デリシャスペーって書いてあるのだ。そう。つまり偽物だよ。偽物なのだ。あや、騙されたのだ。悔しいのだ。安かったんでしょ？なら仕方ないって考えようよ。分かったのだ。でも悪徳商法なんてタチ悪いな。この前リリーさんもやられたんだよ。って何やってるの？いや、僕は遠慮しとこうかな。なら一緒に辛くない？味覚を聞けのだ。なるほど。それじゃあ僕は行くね。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。何怖い顔してるんですか？おお、和也か。お菓子？アーデルハイドチョコ。蓋裏のマーク、金なら1枚銀なら5枚で特大フィギュアプレゼント。ひょっとしてこの商品が欲しい？子供みたいですよ。いいではないか。でもこういうのってなかなか当たらないんですよね。ああ、すでに20個近く買ったが銀2枚だけだ。確率 10% か。どけ。何すんだよいきなり。これとこれとあとこれか。折り目とか印刷がちょこっと違ってる。多分当たりだぜ。どこがどう違うの？教えてよ。無理。おめえにはわかんねえよ。これください。ありがとうございます。素早い。ほら、早く開けてみろよ。わかった。おお、銀のマーク。おお、まただ。何？これは。はあ、金だ。よかったじゃん。これで応募できんな。ありがとう。感謝する。いいってことよ。じゃな。アジート少尉は優しいな。
粗暴ですけど、なんだかんだ言っておせっかいですよね。あ、よかった。まだいました。どうかしたのか？先ほどの商品ですけど、もしかしてプレゼントに応募されます？あ、たった今金が出たのでな。急いでください。締め切りがセルダール時刻であと30分です。なんだと？間に合うかな。通信ラグがありますからね。なんでやねんうまいうまい。ほんま才能あるんかな。バッチリやで。何事？あ、カズやん。カズヤン？儲かってまっか？は？せやから儲かってまっか？えーっとすごく変だよ。何やってんの？自分冷たいやっちゃな。ちょっと一体どういうこと？別に意味はないで。うちの真似したい言うから教えてあげただけや。それだけ？そんだけ。なんだかな。堪忍したっての。あれ？変やな。戻らへんで。なんやで？どないしようこのねはん。しょい落ち着きな。どないしようやなくて、どうしようでしょ？あれれ、私も言葉が。何これ、入れ替わってしもたがな。ありえない。どうして？このまま戻れへんかったらえらいこっちゃ。私だってこんなの嫌です。ああ、それじゃあ僕この辺で。なほなってあれ？おっと上映中。君を死なせはしない！シリンダーをなんだ？ステリーネさん？どうした？これからクライマックスだぞ。稼働中のシリンダーを外せるもんか。大体人が持てる重さじゃない。クロノストリング機関の設定がめちゃくちゃだ。これは映画。多少いい加減でも仕方あるまい。いい加減すぎだってば。こんなの耐えられないよ。じゃあね。なんだいたの？お疲れ様です。やれやれ。どうも。 SF 映画ですか？ああ、息抜きをさせようと誘ってみたのだが、お気に召さなかったようだ。気にする必要はないと思いますよ。何故だ？えーっとリリーさんは良かれと思って誘ったわけですから、ステリーネさんが細かすぎるんです。クロノストリングに対するこだわりは並大抵のものではないからな。では私は続きを見るとしよう。あ、お邪魔しました。またな。こういった SF は彼女も好きだと思ったが、裏目に出てしまったな。
だよ。おお、良きところに来たな。空いておるぞ。良きところ？お邪魔します。苦しゅうない。ちこうよどうしたの？れ。ふふん。これを見よ。絵本？なのが忘れていきおった。王子様とお姫様。なんか何のひねりもないタイトルだね。そんなことはどうでもよい。わらわはその表紙に興味がある。このお姫様を抱きかかえてる王子様のこと？そうじゃそうじゃ。それをお姫様抱っこというのじゃろ。ああ、まあ言うね。わらわはそれを体験してみたい。頼む、ぜひやってたもれ。わらわも姫と呼ばれたみ。かような抱えられ方があると分かってはやってみるしかあるまいて。なんか重そうだな。こりゃレデーにそれはなかろう。罰として命令に変更じゃ。はよ抱え。まあそうなると思ってたけどね。では失礼して。ほいっと。こんな感じ？もうよいぞ。下ろしてくれ。よっと。どうだった？少々照れくさかった。あ、ごめん。いや、わらわのわがままじゃ。気にせんでよい。お姫様抱っこ大義であった。楽しかったぞ。よかった。それじゃあそろそろ失礼しようかな。おっと、待て待て。ん？ふふふん。これを覚えておるか？それは。そうじゃ、古今じゃ。よもや忘れたとは言わせぬぞ。わらわは練習を重ねた。もちろんそちも抜かりはあるまい。まあ一応。そうか。では早速ギターとやらを取ってまいれ。ついにこの日が来てしまった。はよせんか。すぐ弾くぞ。今弾くぞ。はーい。よいしょった。弓はどうした？ああ、ギターはね、弦を指で弾いて鳴らすんだよ。ね。なるほどの。では構えよ。3、2、1で行くぞ。わかった。3、2、1。
緊張した。やっぱ人前でなんて僕には無理だ。やるではないか、やるではないか。ここまでうまくいくとは思わなんだぞ。夏目こそさすがだね。難しそうな楽器なのに。いや、まあそこそこじゃ。数ヶ月全く弾かなかったゆえな。しかし、わらわは大いに気分が良いぞ。あっぱれじゃ。楽しいの。満足していただけて光栄の至りであります。じゃあ僕はそろそろこの辺で。どうじゃ、ぜひまたやろうでは。おのれ、逃げおったか。誰ですに？僕だよ。テキーラいるよね。にいや。にん？ちょっと疑問があるですに。何？なんでご主人様が部屋にいるって分かったですに？ギク。しかもなんでカルーア様じゃなくてテキーラ様だって分かったですに？ギクギク。なんでですかね。いや、偶然全く思ってたまたまの話ですよ。あまあいいですに。今ご主人様は動けないですに。ようなら私が聞くですに。え？どうかしたの？なんでもないですに。みーも白波なんでしょ？いやいや、ただの怪しいやつですに。すぐ追い払うですに。わあ、まだ疑われてる。別に入ってもらって構わないから早く戻ってきて。許可が出たですに。仕方ないから入れてやるですに。どうも。いや、テキーラ。はーい、ベッドから失礼。動けないって聞いたけど、どうかしたの？ちょっとコリを取ってるだけよ。コリ？みも続きをお願い。嫌じゃ。この辺ですかに。もうちょっと上？ここですかに。おげおげ、そこそこ。では、みみ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 み。キック。ああ、マッサージね。なかなかいい具合なのよこの子は。少し下よした。昇天する。マッサージが必要なほど凝るなんて年？なんつった。いえ、何でもありません。はい。恐ろしかですたい。みも少し右。すごい。そこもう少し強くお願い。それじゃあお邪魔なようだし失礼しよっかな。野獣じゃないんだから。さてと、補給が終わったのかな。となると急ぎセルダールへ帰還か。ブリッジで状況の確認をしよう。
入ります。補給は終わったんですか？ええ、すぐにセルダールへ帰還よ。シュリちゃん、オプティマイズは？変動予測をかけたのでもう少しかかります。そう、終わったらすぐに出発ね。わかりました。白き月から緊急通信です。スクリーンへ。了解。ここ。はい、可及的速やかに戻って予兆波を感知したわ。今度はどこです？アームズアライアンスよ。アライアンス？オプティマイズリセット。セルダール方面への最短ドライブアウトポイントを検索。終了次第直ちにクロノドライブ。了解。ノアさん、無限回廊出現までの予測時間は41プラスマイナス3時間。予兆波の大きさから見てかなりの規模の進行が予想されるわ。現在位置からアライアンスまではどうやっても5日はかかります。絶対に間に合わない。やられた。そう、やられたのよ。他の重要拠点に比べて動線が最も伸びきってる。マジークでの騒動は陽動ね。くそ！とにかくゲートキーパーの不在も放っておくわけにはいかない。ペルの受け入れ準備をしておくからセルダールへすぐに戻ってちょうだい。了解。再オプティマイズ終了。クロノドライブへ移行します。ドライブアウト完了。周辺状況異常なし。このまま白き月へ。了解。ここまで約2日。少し前にアライアンスとは連絡が取れなくなったらしい。ウィルメ。あら、あの船。船？あ、白き月の近くに。スクリーンに映して最大倍率。了解。あ？やっぱりもう完成していたのですね。この船は？ナオル君、識別信号を確認。了解。識別信号を確認しました。 UPW 所属戦艦リプシオール。リプシオール？ホーリーブラッドの運用艦としてエデンで開発が進められていたの。いわば量産型のエルシオールね。聞いたことはありません。当然よ、極秘事項だもの。でも実戦投入するなんて話は私も聞いていないわ。前方の戦艦、そのリプシオールから通信です。スクリーンへ。ミントさん。どうも、ペル君をお迎えに上がりました。驚きました。リプシオールがロールアウトしてるなんて。タクトさんとノアさんの差し金ですわ。現在黒き月で鋭意量産中。順次完成次第元ムーンエンジェル隊員が臨時艦長に就くことになってるんですのよ。私は栄えあるその第1号。服役した途端こんなことになるなんて夢にも思いませんでした。そうだったんですか。それとノアさんから伝言があります。念のためフル装備で迎え、発砲の判断も一任するとのことです。ご覧の通り用意はできてますので。了解しました。でもそのノアさんは？それが変なんです。とにかく誰から連絡があろうとも絶対取り次ぐなと白き月の最深部にこもられてしまいました。ペル君から逃げてるんだ。もうそうなんですの？え？なるほど、そんなわけが。ちょっとこんな距離でも読めるんですか？まあ和也さんはアンテナをお持ちですし。テレパスファーのことか。そうでなくても
顔さえ見えれば大体は。恐ろしい。はい、私は恐ろしい女ですわよ。無心だ。無心になれ、和也白波。あら、お上手。神道滅却。あとタピオさん、はい。これもノーさんからの伝言ですわ。万一に備え例の件を実行しろ、許可は事後承諾させるだそうです。なるほど。伝言はこれで全てですわ。それではシャトルを出しますので、ベル君の方をお願いいたしますわね。わかりました。もう大丈夫よ。和也くんはすぐ顔に出るものね。参ったな。ところでアンテナって何のこと？それよりもリプシオールにはかなり驚きましたよ。新型の戦艦が開発されてたなんてな。知らなかったな。軍に秘密はつきものよ。あなたの預かり知らないところであんなことやこんなことも進行中だったりして。知りたいような知りたいような。まそれじゃあベル君を送りましょうか。エンジェル隊を集めて。了解です。白波よりエンジェル隊に通達。格納庫へ集合せよ。以上。いろいろとお世話になりました。楽しかったです。ゲートキーパーのお仕事頑張ってね。はい、エンジェル隊の皆さんもありがとう。またなのだ。一段落したら再び来るといい。はい、いつでも大歓迎です。フォスの話をもっと聞きたかったぞ。大変に興味深かったです。特に遺跡の話がな。アニスってば。和也くんも頑張ってね。それじゃあお邪魔しました。艦長からメランザーナ少尉。メランザーナです。キャノンモードへの移行は完了した？はい。航路のオプティマイズは終わっています。直ちに発進。クロノドライブへ。了解。みんな聞いていた通りよ。当艦はこれよりアームズアライアンス中域へ急行します。敵が大挙して待ち構えている可能性があるわ。コンディションを整えておいてね。はい。夏目さん、気にするなというのは無理だと思うけど。大丈夫じゃ。これくらいのことでは動じぬ。さすがね。では最終ドライブ時にミーティングを行います。それまでは各自自由行動。解散。いた。誰も気がついてない？誰も気がついてない。本当ここまでは成功？ここまでは成功。はあ。アライアンスに向かい始めて3日目。そろそろ到着する頃か。腹減った。どうかしたんですか？どうした向こう
業できません。なんで？リキッドシュガーが消えちゃったんです。消えた？テーブルのピッチャーに補充しようと思ったらストック瓶の中身が。ないんですか？はい。残り少なかったわけじゃなくて？2日前に開けたばかりですよ。お客の入りが良かったわけでもないし考えにくいです。倉庫に予備は？運の悪いことに切らしてます。作戦行動が終わるまで日用品の補給はないし、こんなことならリキッドへの完全切り替えなんてやめておけばよかった。もう最悪です。ランティから砂糖を借りるというのは？それも残り少ないから無理だって断られちゃいました。では僕がお分けしましょうか。グラニュー糖。そうですよ。和也さんって趣味がお菓子作り？どの程度持ってるんですか？1キロぐらいかな。やったー。それなら数日は持ちそうです。くださいください、全部ぜひください。いいですよ、すぐに持ってきますね。いえ、後ででいいです。臨時休業に合わせてシフトをばらしちゃいました。スタッフを集めて組み直さないと。改めてこちらから連絡しますね。わかりました。やったー。これで赤字は免れる。そんなに経営切迫してんの？まあいいや。被害商品はそれだけですか？はい。では今後しばらくフロア2の警備シフトを強化します。そこまでしなくても。いや、こういったことはちゃんと対策を取り再発防止に努めませんと。では。なんかやだな。どうしたんですか？あ、白波さん。何か問題でも？それがですね、どうやら万引きみたいなんです。え？こんなこと初めてです。一体誰なんだろう。何が盗まれたんです？蜂蜜が2つほど。と言ってもその2つが店頭在庫の全てだったんですけど。間違いないんですか？うちは全ての店頭商品をデータベースで管理しています。残念ながら消えた商品にお支払いの記録はありませんでした。そうですか。確かに嫌な話ですね。監視カメラもスルーされてるし、頻発するようならタグとゲートの導入を考えなければなりません。やだな、そんなことするの。ですね。ありゃお腹が減ってるんですか？食堂へ行くところでした。ああ、なんか足止めしちゃってすみません。いえいえ、話しかけたのは僕ですから。では店内に戻りますね。お疲れ様です。それじゃあ。この船に万引きする人がいるなんて考えたくないな。何かの間違いであることを祈ろう。さて、何を頼もうかな。おい。何？夏目、どうかしたのか？え？奥を見てみろ。あ、いるね。一人で来るのは稀なんだ。しかもデザートを注文していない。これはさらに稀だ。態度は普通だったが、どうも少し違和感を感じる。何かあったんだろう。さすがだ。あ？毎日クルーの顔を見ているだけのことはある。感心したよ。やっぱりか。エンジェル隊は特によく観察してるからな。おい、
で、何があったんだ？これは秘密だよ。ちょっと耳を貸して。うん。実はね、ってこと。そうだったのか。故郷がそんなことになってるんじゃ当然だな。うん。ならお前、ちょっとフォローしてこい。その間に特別デザート作るから時間を稼げ。特別デザート？珍しいもんを手に入れたんだ。少しは気晴らしになるかもしれんぞ。わかった。よろしく頼むよ。任せろ。ほんと、女の子には優しいよな。なんか言ったか？いやいや、B ランチお願いね。ははは。おう、カズヤ。そっちも食事か？うん。一緒していい？苦しゅうないぞ。うまい。何食べてるの？ A ランチじゃ。この黄色い麺がかなりいけるぞ。それはカルボナーラだね。おお、そんな名前か。覚えておこう。ねえ、夏目、なんじゃ？大丈夫かい？表に出ておるか。ランティは気づいてた。そうか。ハチェットには父様、母様、妹がおる。そして大切な民もじゃ。気にならないわけがない。ましてやウィルの大規模侵攻かもしれぬと聞いてしまってはな。気休めかもしれないけど。言うな！すまん。じゃがこれでも元公女ぞ。有事の際の心構えくらい備えておる。館長にも言った通り、わらわは大丈夫じゃ。その気遣いは受け取っておこう。嬉しいぞ。なんか立場ない。そう申すな。なんじゃ？そんなバカな！ちょっと見てくる。どうした？おい、ランティ！ランティってば！ねえんだよ。何が？この瓶の中身が。何これ、ずいぶん小さい瓶だな。香水？ラベルを読め。お前だって名前くらい聞いたことあんだろ。エルフィントリー、エルフィントリークル？なんじゃ、大事でも起きたか？僕たち的にはかなり。そちたち的？その小瓶がどうかしたのかの？これはね、ノイエで伝説と言われるほどのすっごい希少なシロップなんだ。瓶も初めて見た。ねえねえ、どうしたのこれ？一体どこで？知り合いのつてから偶然にな。めちゃくちゃ高いはずだよね。今問題なのは値段じゃねえ。その中身がきれいさっぱり消えちまったことだ。一体誰だ？誰の仕業だ？もう二度とお目にかかれねえかもしれねえんだぞ。まあ落ち着け。ほれ、多少は残っておらんな。完全に空じゃ。これくらいのことで泣くな。おのこじゃろうが。これでやるね。
わらわのためにか？それはすまなんだ。気を使わせたな。待て待て、そんな勢いでやるんだ。だから近づくなと申したろうに。なのや。どうしたのだ？すぐ食堂に参れ。コックが臨終じゃ。わかったのだ。すぐ行くのだ。しっかりせい。変だぞ。ティーラウンジでリキッドシュガー、コンビニで蜂蜜、そして食堂でエルフィンとリークル、いずれも甘いシロップ状のものが噴出してる。同一犯なんじゃ。死ぬなと、そんなわけなんだ。なるほど。間違いねえ。全部同じやつの仕業だな。シロップ泥棒なのだ。それでなんでそんなことを私たちに相談したのよ。取り物でもするつもりか？マジ？だって嫌じゃない？この船に泥棒がいるなんてさ。全て蓋のある瓶だから犯人は間違いなく人だと思うんだ。いや、リリーさん？それは人ではない。何か心当たりでもあるんですか？ああ、もう犯人は分かった。なんですって？甘いシロップ状のものばかりが消える。そんなことをするのはケルシー！サンタローザー！いるのだろ？出てこーい！妖精さん？ごめんなさい。お腹が減っちゃって。どうしても我慢できなかったの。ちょっとなんで君たちがここにいるの？お前たち、わけは言えぬの一点張りでは話が進まぬではないか。だって言えないんだもん。いい加減にしろ！自分たちのやったことが分かっているのか？セルダール預かりの身でありながら他軍の戦艦へ密航したのだぞ。その上窃盗の罪まで犯している。表沙汰になれば友好関係悪化にさえつながりかねない重大行為。本来なら理由のいかんを問わず拘束の上、拘留室に放り込まれても文句は言えんのだ。ちょっとオーバーかしら。艦長はこう言っているが、元セルダール近衛隊長としては見逃すわけにいかん。ごめんなさい。すみません。まあ落ち着いてリリーさん。怖い。でもね、ケルシーさん、サンタローザさん、このまま何もってわけにはいかないのも事実なのよ。ついてきちゃった理由はどうしても言えないのかしら。私たちこのまま牢屋に入れられてもいいです。飲んじゃったシロップも絶対に弁償します。でもこの船に乗った理由だけは何があっても言えません。そう。どうしたものかしら、副長。私はシャーベット中尉が先ほど言ったことをオーバーだとは考えません。体の拘束はしないまでも拘留室へ入っていただくのが妥当かと。
あなたらしい意見ね。なんちゃっては？いえ、冗談です。私が今述べたことは軍としての慣例ですが、ここはルクシオールです。ナッツミルク流で対処するのがよろしいのでは。まあ、ずいぶん丸くなったのね。何をおっしゃいます、お代官様。はいえ、冗談です。おい、なんか変だぞあいつ。最近冗談の練習をしてるらしいんです。冗談とな。笑ってる練習も見たことあるのだ。うわ、キモそう。とにかくここまで乗ってきてしまったものはもう仕方がありません。理由を教えていただけないのは残念なところではあるけれど、ここで降ろすわけにもいきませんし、ソルダム王の側近という立場からも投獄はいかがなものかと判断します。よって特別にゲスト扱いとして乗船を許可。艦内においても行動制限などは設けません。以上。話せる。おい、ここまでの恩情をかけていただいたのだぞ。再び艦内で騒動を起こしてみる。我が剣のサビとしてくれるからな。メランザーナより艦長。私です。間もなくドライブアウト。アームズアライアンス中域。ハチェット寮に入ります。わかりました。さあみんな、いよいよ到着よ。前回のドライブアウト時のスキャンによると、予兆波はすでに収束に向かっていました。ですがアライアンスとの連絡も取れていません。つまり敵はすでに制圧を終え、完璧な状態で待ち構えている可能性があります。臨戦態勢。エンジェル隊はブリッジにて待機。了解。ここがアームズアライアンス中域。オーロラがたくさんあるのだ。ちょっと幻想的じゃない。ああ、美しくさえ思える。こりゃガスンが。いかにも。あのガスにはエネルギーを吸収し分散させる性質があるのじゃ。光学兵器になら盾として使えるぞ艦長。ありがとう。覚えておくわ。予兆波は完全に収まっています。また今のところ敵の出力パターンは感知できません。ハチェット、パイク、カジェル、いずれも呼びかけに対して反応なし。ではこのままハチェットへ向かいます。コースセット。巡航速度にて発進。了解。ハチェットに接近。カメラで捉えられます。スクリーンへ。夏目さん、異常は？見た目にはない。そう。生命反応をスキャンして。了解。約33億の生命体を感知。この数値はハチェットの人口と見ていいのよね。そうじゃ。なぜ呼びかけに応えないのかしら。響くん、とにかく呼びかけを続けて。了解。ナオルくん、ハチェット周辺を徹底的にスキャン。了解。シュリちゃん、このまま軌道へ。了解。和也くん、スキャン結果がクリアならエンジェル隊で様子を見てきてちょうだい。了解。みんな上陸の準備だ。了解なのだ。くれぐれも気をつけてね。はい。謎だわ。ええ。
まず首都中央にある皇宮へ向かいますね。はい、お願いします。和也。すまん。いきなり中央はやめてくれんか。なんで？あわよくば政府との連絡も取れればと思ってるんだけど、それに家族のことだって気になるでしょ。それはそうなんじゃが、わらわは追放された身じゃ。知った顔の多そうな皇宮付近では動きが取りにくい。見たところ直接攻撃を受けた痕跡もないしの。まずは市街地の外れあたりから様子を見ぬか。分かった。白波からグリシーニ少尉。グリシーニです。すみません、首都中央はやめにします。皇宮から離れた市外の適当な場所へ降ろしてください。了解です。すまんの。様子見も重要だ。なんじゃ。ハチェットはどんなところなのだ。どんなところと言われてもの。建物には伝統様式が多く残っておるが、別に普通の星じゃぞ。他生との交流はあまりないんですよね。今のところはな。なんか閉鎖的よね。それは事実じゃが。三校の圧政は解かれました。これから改善していくのでは。そう願いたい。遺跡ねえの？遺跡？聞いたことがないの。何しに行くか分かってんの？素早い念入りなのだ。まったく。これは住民の人たちが固められている。氷なのだ。いえ、樹脂みたい。カチンコチンだな。こんなことになってるなんて。何なの？住民の状態を調べて。これじゃ触れないのだ。無理なのだ。そうか。携帯スキャナ持ってきてます。さすが。大体のところならこれで。意識はありません。眠ってる状態に近いです。でもかなり深いですね。代謝活動も最低限に抑えられてます。つまり生きておるのか。はい。リコ、そのままこの樹脂のことも調べてくれる？わかりました。高分子重合体ポリマーの一種ですね。組成をデータベースと比較してみます。該当ありません。それじゃあそのデータを船へ転送して。了解。白波より艦長。私です。現在ハチェットの首都市街にいます。住民は未知の樹脂により拘束というより固められている状態。生きてはいるようです。ウィルの仕業と見て間違いないでしょう。そう。データを転送するのでパイク、カジェルにも同じ樹脂があるかを調べてみてください。了解よ。引き続き市街を調査し逃げ延びた住民を探してみます。では。どうしたの？なんかいる。それの中に。嫌じゃ気持ち悪い。あっちケルシー？サンタローザ？のぼせた。グラグラする。お前たちまたもや密航とは。待ってここは言いました。行動制限はしないって。だからこれは密航ではありません。それは館内に限ってのこと。作戦行動に勝手についてくるとは何事か。ストップリリーさん。止めるなカズヤ。
もう仕方ないですよ。戻れって言ったって無理なわけですし、今は調査を続けましょう。またもやなし崩しか。二人とも邪魔しないでよ。しないしない。それどころか協力するわ。余計なことはするな。おとなしくしていろ。あー、いいの？そんなこと言っちゃって。この固まった人たちにリンクして精神状態を調べられるわよ。はあ、なるほど。やる？やっちゃう？何かわかるかもしれないね。負担じゃないならお願いするよ。こんなの朝飯前。それじゃあちょっと覗いてみます。どっちがやる？じゃあとりあえず私が。サンタローさん！どうしたの？ちょっとサンタローさん！びっくりした。もう脅かさないでよ。何だったの？なんかね、すんごい量の意識が流れ込んできたの。この人の？違う、そんなレベルじゃないわ。何万、何億かも。なんでそんなことになるのよ。私が知るわけないじゃない。それもそっか。それもそうよ。とにかく大丈夫？サンタローサ。もうなんともないわ。ありがとう。かなりたまげたぞ。頭に響いたのだ。剣が共鳴した。ちっこいくせによ。すごい大きい声出るんですね。耳鳴りしてんだけど。いやー、恥ずかしい。館長より白波少尉。白波です。和也くん、あなたの予想通りだったわ。パイク、カジェルともに例の樹脂を大量に感知。状況はハチェットと同じと見て間違いないでしょう。そうですか。あと樹脂のデータはノアさんにも送りました。未知の物質ではあるけれど分析はさほど難しくなさそうとのことで、事態も鑑みて優先して調べてくれるそうよ。何かわかるといいですね。ええ。そっちはどんな感じ？ちょっとしたハプニングがありましたけど問題ありません。調査を続行します。了解。気をつけてね。しかし静かだ。人はいても気配は全く感じねえ。これじゃ廃墟も同然だぜ。全員固められちゃったのだ。どうなのかしらね。生命反応じゃ区別つけられないし。さあ、とりあえず逃げ延びた人を探してみよう。何が起きたのかを突き止めなきゃ。高級へ行こう。行きたくないんじゃ。同じ状況だとするならわらわのことに気づく者などおらん。急ごうぞ。あ、うん。みんなシャトルへ。家族のことが心配になったんだな。無事でいてくれることを願おう。ここもやられちゃってるわね。スキャナでは全員同じ状態です。ちょっと怖いのだ。人形みたい。不気味。止まれ。黙れ。どうしたの？右後ろ。でけえ柱の陰に誰かいる。逃げ延びた人じゃ。焦んな。武器を持ってる。セーフティーを解除する音が聞こえた。ああ、ウィルの兵やもしれん。リリー、俺がナイフで牽制する。同時に切り込め。わかった。
行くぞ。行け。そこだー。うりゃー。この反応は夏目の壁。ゆずか、そうじゃろ、わらわじゃ、夏目じゃ。姉様、やはりゆずか。姉様、ゆず、無事なのか。はい。よかった、よかった。姉様。夏目、やっぱ心配でたまんなかったのね。痩せ我慢しやがって。よかったです。感動の再会なのだ。ちょっとリリーさん。涙で曇って何も見えどこまで行くのかしら。あ、こけた。ゆずよ、それで父様と母様は奥の部屋にてみんなと同じように大丈夫じゃ。ならば生きておる。無事じゃぞ。まことですか。ああ、この特殊な樹脂により固められ深く眠っておるだけ。今エデン一の科学技術者が調べてくれておる。いずれ救出方法が解明されよう。安心せ。よかったゆずはてっきり父様も母様ももううむうむ、無理もない。不安じゃったろうの。はい。じゃがのゆずよ、措置は公助じゃ。こんな時こそしっかりせねばならん。何があったのかをわらわたちに説明してくれんか。わかりました。ですが正直なところ、ことが突然すぎて何が何やら。まずは何が起きたのじゃ。順序立てて言ってみよう。最初は空に大勢の子供が現れました。子供？その者らは地に降り立つと指先より光を放ち、民を次々にあの状態に。ゆずも運悪く庭におりましたゆえ追い詰められましたが、覚えたてのご神壁にて光をはじき、その場を逃れ物陰に潜んだのです。しかしその子供らは人の居場所がわかるらしく、どこへ隠れようともすぐに見つけられてしまい、とにかくご神壁にて身を守りながら逃げ惑いました。無我夢中でしたので覚えが曖昧ではありまするが、おそらく丸2日は経ちすぎた頃、どうしたわけか子供らは突然ゆずの追跡をやめ、再び空へと飛び立ち溶け込むように消えていったのです。そして上がり果てた息が落ち着き、我に返り辺りを見渡せば、自分以外のものは見ての通りとなっておりました。覚えていることのあらましはこのようなところでありましょうか。そうか、一人にて逃れ続けるのはつらかったろうの。よくぞ耐えしのいだ。いえ、ふむ、大体のことは分かったが、もう少し聞かせてくれ。その子供らの容姿じゃ。おそらくはウィルの兵。この先十分に警戒せねばならんからな。どうした？覚えておらぬのか？いえ、
申し上げにくいのですが、そちらの方に容姿はこの方に不利二つでありました。なんじゃと？耳に機械のようなもの、腰には尾のようなものをつけていたのです。顔はそれぞれ異なりましたが、背格好はほとんど同じ。先ほど姉様がいらっしゃることに気づかず物陰に隠れたのはこのため、ゆずは再びあの子供らが襲ってきたのかと。和也、これは。ああ、フェムトから消えたプディングシリーズである可能性が高い。そんななのだ。卑劣な。やり方が汚いわ。許せません。館長より白波少尉。こちら白波。どう？何か進展は？かなりありました。現アライアンス公女であるゆず姫を保護。夏目さんの妹の？はい、事情を聞かせていただいているところです。驚いた。法手柄ね。いえ、それ以外にもいろいろと重要な報告があります。それは後で詳しく聞きましょう。他に逃げ延びた人は？今のところ見つかっていません。そう、わかりました。ではゆず姫をお連れして帰還してください。了解。あとノアさんから指示が一つあります。何でしょう？固められた住民を一人保護し船に連れ帰れとのことです。樹脂を詳しく調べるために必要らしいの。ちょっと大変そうだけど頑張って。はい。では待っています。何なの？とにかく戻ろう。それじゃあアニス、ちょっと手伝ってよ。わかった。どの人がいいかな？適当に行こうぜ。どれも一緒だろ。なら男より女の人かな。おめえやらしいな。その方が軽いでしょ。そんじゃこいつでいいんじゃね？そっちの腕もで。わかった。せーの。せーの。せーの。どりゃー。おい、ダメだぞこりゃ。はあ、びくともしない。ああ、なるほど。何？この固めてるやつで地面にひっついちまってるんだ。そうか、困ったな。和也、ん？最初にシャトルで降りた場所に行くのだ。どうして？リッコタンが調べた人、ちょうどマンホールの上だったのだ。本当？全然気がつかなかった。さすがプディング。やるのう。素晴らしい洞察力だ。ま、俺の子分だしな。いるのだ。よし、その人を回収して船へ戻ろう。了解。姉様、なんじゃ？父様と母様は。父様母様はマンホールの上に立っておるのか？見ていたであろう。動かせぬのじゃ。でもゆずよ、先ほども言うたが、そちはアームズアライアンスの公女ぞ。己を律し、常に対極的な視点で判断を下せねばならん。答えよ。今父様母様のもとにいて何かできることがあるのか？いいえ、ありませぬ。行くぞ、ゆずよ。はい、姉様。
しょっ助かったよリコ。と。いえいえ、こんなの朝飯前です。片手で抱えてたよな。あ、軽々と。マンホール含めたら絶対60キロ以上あるのだ。恐ろしいパワーね。あまり言及しないでくださ揃ったのカズヤ？はい、エンジェル隊全員揃いました。なら簡単に説明するから聞いて。お願いします。この住民を固めている樹脂はポリマーの一種ではあるけれど、正体はナノマシンよ。ハチェットを襲った子供の形をしたものがプディングシリーズであることを裏付けるわね。まあ状況証拠でしかないけど。次にこのナノマシン樹脂、とりあえずナノポリマーって呼ぶけど、これには捕獲生物の代謝をコールドスリープ並みに抑制する働きがあるわ。その上硬くしなやかだから、固められた状態である限りはある意味安全とも言えるの。何のためにこんなことを？さあね、何を考えてるんだかさっぱり。妖精による精神リンク時のバックサージが何かのヒントなのかもしれないけど、ちょっとその辺は後回しね。そうですか。そして次も訳がわからないわ。このナノポリマーのコントロールプログラムについてなんだけど、想定員に関する部分が完全に開かれてて、なぜか制御可能よ。はい。わかりやすく言うと、固体液体気体へ自由に変化させられるってこと。ならばもう。そう、樹脂を解凍し住民を解放することが可能。それじゃあ何のために固めたんだか。ま、とにかく解凍してみましょう。それで何かわかるかもしれないし。モルデン。はい、では解凍用ナノマシンを準備します。ナノポリマーの装填員制御に働きかけて液化させるナノマシンよ。成功したらこれを大量にコピー、バーストエイダーのディスチャージャーで散布すれば住民たちは解放って寸法。そう願うぞ。はい。準備完了です。行きますよ。いきなり緩くなりよった。うわ、大丈夫なのかよ、この水みてえなの。心配ないわ、無害なはず。でも気持ち悪いぜ。それよりこの人だってば。おい、こりゃ。ナノさん、触らせるのだ。自律神経系が働いてないのだ。危険なのだ。大変です。白波くん、足を持ってください。はい。私がやります。早くこちらのベッドへ。生命維持処置を開始します。どうやら大事には至りませんでした。ですが一歩間違っていたら。ノアさん、これは。状況だけから判断するなら、ナノポリマーは代謝を抑制してたんじゃなく、最低限働かせていたってことかしらね。つまり生命維持をしてた。ではおいそれと回答できない。ポリマー取ったら死んじゃうってことでしょ。そういうことになるわ。装填員制御が開かれているのもこれで合点がいく。閉じる必要がなかったんだわ。では我が民たちは現状維持とするしか。なんじゃと。そんなふざけるな。パイクとカジェルも同じ状態なんじゃぞ。このまま放っておけと申すか。仕方ないじゃない。どうしろって言うのよ。ごめんなさい、ちょっと無神経だったわ。いや、それはわらわの方ぞ。つい感情的になった。そちは今数えきれぬほどの謎を抱え、
全宇宙のために日々奮闘してくれている。だのに今回我が民を優先してくれたのじゃ。わがままを言ってすまなんだ。ならばもうセルダールに戻った方が良いな。夏目、民はあのままの状態であれば安全なのじゃろ。であるなら戦力の要であるこの船は起点に戻るのが道理。司令官として正しき判断を下してくれ。ゆずも分かったな。はい。すぐにトップレベルの調査団を編成、アームズアライアンスへ送り出すよう手配するわ。後回しにはなるけど徹底的に調べるから。お心遣い代表として感謝いたします。わらわからも礼を言う。それじゃあここに戻るよう伝える。ケルシー、サンタローザ。やだ、袖に何か。お前たちまたしても。ダメよ、戻るなんて。冗談じゃないわ。真っ赤じゃん。のぼせてるのだ。何か温かいと思っておりました。いつから入ってたんだか。ダメったらダメ。住民ならなんとかするから。伸びちゃいました。先生、妖精を見た経験はないのですが。で、何だったのよ一体。目覚めたのだ。一応人間と同じように処置しました。すべて4分の1に抑えましたが。船はもうセルダールに戻ってるの？まだよ。それで？あんたたち気を失う寸前に住民なら何とかするって言ったわ。わらわもこの耳でしかと聞いた。ゆずもです。もう飲めない。いつまで寝てんだこら。船はもうセルダールに戻ってるの？まだよ。それで？あんたたち気を失う寸前に住民なら何とかするって言ったわ。わらわもこの耳でしかと聞いた。ゆずもです。さあ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 。いや、そのね、固められちゃった人たちは多分だけど精神が並列化してるみたいなの。並列化？平たく言えば意識が全員つなげられてるってこと。私が住民にリンクした時悲鳴を上げたのはこのせいよ。意味がわからないです。だから一人にリンクするってことはつながってる全員にリンクするってことになるわけ。そういえばあの時たくさんの意識が流れ込んできたって言ってたわね。そう、私やサンタローザのレベルだと頑張って10人くらいが限度だから、とてもじゃないけどさばききれない量の意識が頭に流れ込んできたのよ。それで悲鳴を上げたのか。なるほど。なるほどじゃねえ。答えになってねえだろうが。そっか。で、住民たちを一体どうなんとかすんだよ。鋭い。さあさあ
妖精がいればね、ちゃんと精神リンクできるのよ。そうすればちゃんと意識に呼びかけることができるから、きっと住民たちの意識を戻すことができるんじゃないかなって。で、そのたくさんの妖精はどこにいるのよ。さよなら。どこへ？何してできん相談だ。要するにケルシーさんとサンタローザさんの星に頼めばいい話なんじゃ。ああ、スプライトのこと？スプライト？聞いたことありませんね。でしょ？だから無理な話なのよ。どうしてですか？妖精の母星スプライト、ノイエではあるかどうかもわからない伝説的な星なんだよ。知る人は誰もいないんだ。だから資料で見たことがないんだ。そういや、俺もガキの頃にケルビンからそんな話を聞いたな。なんとなく読めてきたわ。何がですか？ケルシー？はい。サンタローザ？何ですか？あんたたちの母性、アライアンスの近くにあるのね。今回の襲撃でそのスプライトも襲われたことを知った。あるいは単に心配になった。そんな理由から密航したってことなんじゃないの？それでじゃん。理屈は通ってるのだ。どうなの？どうなのじゃどうなのですか？さあ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 いやガク参りました。図星です。最初から素直に言いなさいよ、もう。そんなわけにいかないの。スプライトの場所は絶対に秘密なんだから。でもウィルの攻撃を受けたんじゃないの？UPW としては妖精さえあれば協力ができるわ。ちゃんと話しなさい。サンタローザ、もうダメだわ。そうね、ケルシー。わかりました。密航した理由を話します。さっきアライアンス住民の意識が全部つなげられてるって言ったけど、私たち妖精も同じなの。精神の底の方で全員が常時リンクしてるのよ。私たちはこれをつながりって呼んでるんだけど、このつながりは距離を問わないのね。だからどんなに離れていても決して切れない。でもウィルのアライアンス襲撃のタイミングでぷっつり途絶えちゃった。こんなこと初めて。絶対になんかあったんだわ。これでスプライトが実在することもバレちゃった。きっと怒られる。どうしよう。おいおい、スプライトが心配なのかよ、それとも自分たちが心配なのかよ。両方です。あ、そう。それじゃ座標を教えなさい。あんたたちの話、そして今のアライアンスの状況、この2つから判断するならスプライトが襲われた確率は 100% に近いわ。ちゃんと援助してあげるから場所を教えなさい。いや、それだけは。ならこのままセルダールへの帰還命令を個々に出すだけよ。いいの？はあ、コット？そろ
ちゃん大変そうね。何分指示を出すのが一般人、いえ一般妖精。妖精はそもそも一般的ではありません。パラドックス。副長最近変よ。お気になさらずに。シールド完全消失しました。白き月との回線も断絶。センサーも全滅です。そう。ガス濃度が高すぎるのです。とりあえず警戒は目視に頼るしかなさそうですが。これじゃあ何も見えないわね。ええ。上はいもっと上。しかしあやかしの星がアライアンスにあったとはの驚きました。しかもゆい玉の中見つかるはずがないわけじゃ。ゆい玉って？アライアンス中域に散見できるガス雲じゃが、特に濃い帯状の部分があってな。それは星系を一周しておるのじゃ。その中でもさらに濃く球状になった部分をゆい玉と呼んでおる。差し渡しはハチェットの数十倍。中ではこのようにセンサーも通信も機関し、光学兵器やシールドも無力化されるからの。手のつけようのない場所ということぞ。そうか。左下。そんなすぐ右。急には無理です。お？どうしたのだ？よく考えたら新竹林と首里をよ。おお、そうか。精神リンクさせれば話が早いわね。なるほど。すぐしましょう。直ちにしましょう。もういいわよ。着いたもん。あった。あれがあやかしの星、スプライト。薄いピンク色に輝いてる。センサー復帰。フルスキャンします。シールドも復活しました。通信はダメです。敵動力反応を感知。停止。この場で待機。了解。第二戦闘態勢発令。了解。前方の星が軌道上のウィルカンから攻撃を受けています。ただし星にも強力なシールドを確認。しのいでいるようです。早くなんとかして。妖精は武器を持たないの。敵が軌道上にいるんじゃ、デュアルクロノブレイクキャノンを使うわけにいかないわね。スキャンは終わっています。副長お願い。了解。エンジェル隊ブリーフィングルームへ移動。はい。これがミッションエリアのスキャン結果です。敵艦はこの位置に駆逐艦、この位置に巡洋艦、この位置に大型艦、そしてこの位置に攻撃母艦、それぞれ惑星スプライトに対し攻撃中です。しかしスプライトには防御シールドが存在し、これをものともしていません。その上敵はまだ我々に気がついていない様子。そこでルクシオールおよび紋章機による強襲を仕掛けます。当艦は最大戦速にてこの位置まで移動するので、紋章機は直ちに発進。相手に反撃の隙を与えず速やかに叩いてください。ミッション目標は敵艦の全滅。以上。よし、エンゼル隊発進だ。了解。
一緒に頑張るのだ。伝説の星スプライトか。なあ、あのシールド夏目の壁に似てね？ああ、確かにそう言われてみれば色も似てるのだ。なるほどな。じゃがいくらなんでも大きすぎるぞ。みんな無駄口はおしまいだ。一気に沈めるぞ。こんなガス雲に隠れていてもリルには見つかってしまうんですね。攻撃開始です。よし、当たったら。当たってくれたようですね。攻撃開始じゃ。成功ですわ。反省するがよい。待っておれ、悪人ども。まだ来るわ。総員衝撃に備えよ。撃沈です。負けられないのだ。ファーストエイダー了解なのだ。妖精さんの星もっと小さいと思ってたのだ。遅いぜ。道を開けるのじゃ。リルの攻撃をここまでしのぐとは。やらせません。なんと強力なシールドだ。一石やりました。回避じゃ。シェロサイドボンバー。回避成功。見たかってんだ。お、獲物発見。回避成功です。命中です。今のは聞いたよね。損傷箇所を調べて。ヘキサクロスブレイク。被弾しました。各ブロック損害を報告しなさい。2番機ダメージを受けた。油断しないで。次が来るわ。やったのじゃ。リペアウェーブ。敵からの攻撃目標撃破。回避しました。いたいた。分かったのだ。敵に当たったのだ。まずじゃ。それでよい。危うく当たるとこでした。エネルギー油断目した。標沈黙。半減してます。これは伏兵。ハイパーブラスター。カズヤ、ナノナノは燃えているのだ。なかなかの当たりだ。補給に行く余裕はないか。まだ来るわ。総員衝撃に備えよ。クロスキャリルシオールよ。エネルギー変える準備をせい。損傷箇所を調べて。ごめんなさい。すぐに戻りますので。避けきれない。大丈夫よ。体勢を立て直して。了解なのだ。シェロサイドボンバー。エクストリームランサー。よし、撃沈だ。一番機一旦補給に戻ります。倒したぞ。敵を見つけたのだ。破壊目標を設定。いよったな。回避に成功。軽くかわしたぜ。回避に成功。早くてなかなかエネルギーの減りが早い。次
次の敵をやっつけたら補給をお願いするのだ。命中だ。あと一つこれで進めたら大丈夫です。なのなんだか絶好調なのだ。敵撃沈、補給完了と素晴らしい。もう撃墜したぜ。負けリペアウェーブ。命中したぞ。ちょっとだけ補給に帰るのだ。完璧なのだ。上々じゃ。全力で戦ってくるのだ。攻撃開始なのだ。よし、回避成功だ。避けきれない。敵を撃破した。回避に失敗。俺の獲物は残ってるか。エネルギーが規定値を割った。補給に戻る。避けきれない。3番機了解なのだ。当たったみたいなのだ。これは伏兵。目標倒せたみたいね。決まったのだ。当然じゃな。ジェノサイド。いいとこに着弾しましたな。遅いぜ。我が親民を巻き込みよって。油断しないで。許さね次が来るわ。今のは聞いたわね。損傷箇所を調べて。うまくいったみてえだな。目標を倒しました。すぐにここから脱出しましょう。当たっちゃったのだ。2番機完全回復感謝する。当たったのだ。まずじゃ。了解。よし、わかった。ヘキサクロス。いいところに行ったのだ。ブレイク。敵ゼフィルス。破壊しました。敵が沈んでゆきます。これこそがエデンの力。ハイパーブラスト。敵1体撃沈です。エネルギー半減じゃ。敵発見。いきます。おお、気合最高なのだ。リペアウェーブ。目標を倒しました。すぐにここから脱出しましょう。これが実戦。姉様が身を置く世界。こちら2番機攻撃態勢に入る。怖いですわね。回避に失敗。妖精さんたちまで標的にするなんて絶対に許せません。ありません。当たってくれたようですわ。上々じゃ。これがスプライト。撃墜したぜ。マジックの古文書にも記されていません。すまぬがエネルギーが半減しました。目標を破壊。次行きます。よし、全滅だ。ルクシオールよりブレイブハート。こちらブレイブハート。ミッションエリア内はクリアです。増援の様子も見受けられません。エンジェル隊は直ちに帰還してください。了解。戻ります。エンジェル隊、ただいま戻りました。おかえりなさいませ。いや、ありがとう。何赤くなってるのだ。いや、なんかこう丁寧に言われるとスプライトと連絡は取れましたか。それが
なんじゃダメなのか。あの強力なシールドのせいみたいなの。なら外してもらえば。バーカ、どうやってそれを伝えんだよ。バカっていうやつがバカなんだぞ。うっせバーカ。隊長に対して何たる口の利き方。はい、ガキの喧嘩はやめやめ。しかしこれでは拉致が開かないのでは。その通りなのよ。あとたった今分かったことなんだけど、あのシールド特性が夏目さんの護身壁と同じなのよね。ほら見ろ、言ったじゃねえか。わらわたちの能力と同じじゃと。そうらしいのです。どういうことなのでしょう。抜き足、差し足、忍び足。説明しろ。はい。どういうことぞ。教えてください。まずはこの状況からなんだけど、私たちの予想通りだったわ。妖精族のつながりが切れたのもこのシールドのせい。スプライトの妖精全員による巨大護身壁よ。待て待て、あやかしたちにもできるのか。これは本来妖精の能力。か弱き存在である私たちのまさに護身の力なの。それが何故いざ酔いの家系に。そのことは後で。妖精の長ハーコットより説明を聞いて。妖精の長じゃと。でもそのハーコットさんとどうやって連絡を取ったらいいのかしら。つながりさえ遮られているわけだから、あなたたちにも連絡できないのよね。ええ、その通り。何か手段があるのですか？単純な話よ。護身壁には護身壁で、どんなに強力で巨大な護身壁でも護身壁でなら通過できるの。それじゃああなたたちが直接？冗談じゃないわ。無茶言わないで。確かに空気も遮るけど、真空中に出るなんてまっぴらよ。ではどうするのです？ちょっとシャトル貸して。そのくらいの大きさのなら私たちといざよい姉妹で作れると思う。無理じゃ無理じゃ。はい、そちらのように自由には出せぬ何かしらのきっかけが必要ぞ。それにシャトルを覆うほどなどとてもできそうにありませぬ。決めつけちゃダメ。そう、この能力は心の力。大丈夫。私たちを信じて。なんじゃと。はれほれ、いれはれ。なんじゃ。苦しい。酸欠。ずっと張りっぱなしだったからですね。理屈だ。確かにこれじゃ宇宙遊泳は危険です。ちょっとプディング、酸素補給。はいはいなのだ。アホか。アホっていうやつがアホなんだぞ。スプライトに接近。護身壁だ。止まるよ。これでいい？オッケー。バッチリ。僕に手伝えることは？私たち4人を信じること。わかった。それじゃ夏目。そしてゆず。はい、行くわよ。
目を閉じて。そして深呼吸。落ち着いてね。リラックスよ。心を静かに。いい感じ。それじゃあ私たちも入るわよ。サンタローサ、ケルシー、ユズ、夏目姉様。感じる、感じます。わらわの中にユズを、ユズの中に姉様を。そう、お互いのことだけを考えて、ユズだけを、姉様だけを、心を満たすの。ユズ、姉様、お互いへの信頼で。ユズ、姉様、ただひたすらに。ユズ、姉様、すごいです。ユズの心がわらわの中に、姉様の心がユズの中に溢れておるぞ。溢れています。これは護身壁の中なのか？カズヤ、進んで。了解。どうなんだ？うまくいったのかな？はおっ、へえ？うーん、やったー。みんな無事だわ。うまくいったんだね。どうなんじゃろうの。ケルシー、サンタローザ、どうなの？よかったー。シールドは取れたんでしょ？艦長より白波少尉。通信が入るということはじゃ、星に護身壁がないということです。こちら白波、うまくいったんですね。ええ、今スプライト元老院から連絡があったわ。すぐに使者を送ってくれるそうよ。よかった。それじゃあとりあえず帰還してちょうだい。わかりました。すぐに戻ります。よかったわこれはまだ妖精たちがあちこちの星々にいた頃のお話。惑星マジークは邪悪な妖術師たちによって支配されていました。彼らは民衆に圧政をし、暴虐の限りを尽くし、ついには魔力を行使して近隣星にまで半島を広げようとしたのです。しかし魔に対する抑制力、セルダールの剣によって中罰されます。妖術師たちは次々と倒れ、事態は収まるかに思われました。ところが実権を握っていた集団がマジークを脱出、このスプライトへと落ち延び、妖精の脆弱さにつけ込み復権を企てます。セルダールもこれを放ってはおきません。精鋭中の精鋭により組まれた討伐隊が送り出され、この星は決戦の地となり、剣と魔による激走の嵐が吹きすたびました。そして
双方に少なくない犠牲者を出し続けたのです。やがて長くはなくも苛烈を極めた戦いはついに妖術師たちの敗北により収拾を迎えました。しかし追い詰められた妖術師たちの抵抗はセルダールの輸送をはるかに上回ったため、少数精鋭だった討伐隊はほぼ全滅。生き残ったのは女隊長のカリンだけ。そのカリンも深く重い傷から伏せってしまいます。妖精たちはできる限りの力でいたわり介抱を続け、彼女の命をつなぎ止め続けました。そんな時に時が震えたのです。幸いにもカリンは一命を取り留め回復しましたが、時空は凍てつき、遠く離れたセルダールへの帰還は絶望的。彼女はスプライトにとどまることを余儀なくされます。幾数日、妖精の地にてただ一人の人間としての日々が粛々と続き、カリンもそれを受け入れようと考え始めた頃、騎士としての気概が彼女にある決断をさせるのです。我は誇り高きセルダールの騎士。母なる星を遠く離れ忠義に準ずることもかなわず、ただ一人追い朽ち果てるは耐え難きこと。この星系には人の住む星が3つあると聞く。我をそのいずれかに。人が住むとは言ってもまだまだ未開のそやな星々。妖精たちは引き止めましたが、その意志は固く決心は揺るぎないものでした。そこで少しでも力になればと妖精たちは彼女に護身壁の能力を与えたのです。その後カリンは望み通り不毛の地の一つに足を下ろし、天性の統率力とカリスマ性を遺憾なく発揮。先住民を次々と束ねまとめ上げ、荒れ果てた原野を切り開き、やがて領主にまで上り詰め、ついには星を治めてしまいます。流れ移ろう時の中でいつしかその星の名にはハチェットが冠され、残り2つの星へも勢力を拡大し、アームズ・アライアンスが発足。またスプライトは妖術師に襲われたことから隠遁に徹し、その存在は人々から忘れ去られてゆくのです。女騎士カリン伝説、救世主は孤高の道を行く。これにて一巻の終わり。面白かったのだ。なかなか燃えたぜ。なんか言葉だけなのに臨場感がありました。そうね、言霊に近いかも。感動した。ねえ夏目、妖術師たちを退治した騎士って前に聞かせてくれたイザヨイ家の祖先の話と被るよね。ああ、妖精長ハーコットよ。今の話に出てきた時の震えとはクロノクエイクのことじゃろ。つまり600年前のこと。伝説の信憑性はどの程度なのじゃ。まあ失礼しちゃうわ。全部本当のことです。私がこの目で見てるんだから間違いありません。何？そちは600年以上も生きてると申すか。そうよ。一応これでも朝ですから。ちょっと、一応って何よ、一応って。妖精ってみんなこんな感じなんだろうか。姉様、ゆずも始祖様の名を聞いたことがありまする。カリン、イザヨイと。そうなの？む。ならやっぱりカリンは護身壁の力が
我が家系にあることも裏付けられてしもうたしな。これは認めざるを得まい。間違いないと思うわよ。あなたたちカリンの面影があるもの。まさか我が身にセルダールの血が流れておるとはな。夢にも思わなんだ。はい。親近感が一気にアップしましたぞ、姫。もしかしたらどこかで血がつながっているやもしれませんな。考えたくないの。なんと冗談じゃ。どうしたの？準備が整ったみたい。ではでは、ハチェットの人たちを目覚めさせましょう。それじゃあ、私たちとイザヨイの関係も理解してくれたみたいだし、改めて聞くわね。夏目イザヨイ、そしてゆずイザヨイよ、我らに協力を求めますか？ああ、お願いいたします。オッケー。しかし良いのか？スプライトの場所も含め、そちらの存在が公になってしまうぞ。今全平行宇宙がどんな状態なのかはケルシー・サンタローザを通じて理解してるわ。ノイエ自体の内情は安定してるみたいだし、隠れ続けるのも疲れちゃったもの。まあ元老院の連中はちょっと騒いでるけど、私の方が偉いし。それに何より妖精族はカリン・イザヨイに第四のある身。その一族からの頼みに断る理由は何もなしよ。妖精長ハーコットのご英断。ふえー、すんげえ数だな。おい、何億もの住民とリンクするわけだからな。妖精さん一人当たり平均で200人だそうです。33億を200で割ると1650万なのだ。1650万人のあやかしか。なんかすごそう。ちょっと、どういう意味？そうよそうよ。なんすか。ごめん。はいはい、みんな集まって。先生、お願いします。はい。ではハチェット住民救出作戦の手順を説明しますので、よく聞いてください。これからファーストエイダーによるナノポリマーの解凍と妖精族の精神リンクによる住民の覚醒を行うわけですが、まずは後者を先に実行します。なぜなら解凍後に万が一にも覚醒に失敗すると、数十億の住民は生命維持ができなくなり、取り返しのつかないこととなってしまうからです。よって住民の覚醒を確認した後に、解凍用ナノマシンをファーストエイダーで散布、ハチェット全住民の解放といった流れになります。ただし妖精1人当たり数十から数百、平均で約200の精神とリンクするため、これもかなりの負担なのだそうです。幸い今は意識がない状態なのでなんとかなるらしいのですが、覚醒が成功するとおそらくは処理しきれず、リンクは切断せざるを得ない状態になるだろうとのこと。つまり住民は本作戦の過程において固められたまま意識を取り戻すことになります。もちろんそんな状態が長く続くことは非常に好ましくはありません。覚醒後は速やかにナノポリマーの解凍を実行しなければならないのです。よろしくお願いしますよ、ナノさん。了解なのだ。こんなところなのですが、説明に不備などはありませんでしたか、ハーコットさん。問題なーし。では以上となります。ありがとう。それじゃあナノちゃんは和也くんと直ちに発進。
その他のエンジェル隊員は万一に備えブリッジにて待機。ハチェット住民救出作戦実行開始です。行こう。何なの？行ってきますなのだ。頼んだぞ。何とぞ。任せて。大船に乗って待つのだ。すでに乗ってるよ。ほう、なるほどなのだ。所定位置に到達なのだ。停止。この場で待機だ。了解なのだ。ナノマシンディスチャージャーオンラインなのだ。ブレイブハートからルクシオール、こちらの準備は整いました。了解です。ではハーコットさんお願いします。了解。ケルシー、サンタローザ。はいはい。そして他のみんな行くわよ。リンク開始。おい、どうなんだ。これは思ったより難儀ね。リンクがうまくいかないんですか？そっちはギリギリだけどなんとかなってる。今ハチェットの全住民とリンクできてるわ。確かにそこの方で全員つながっちゃってるわね。では何が問題なのでしょう。一人一人の魂なんだけど結構深いところに押し込まれて蓋されてるの。蓋？ポートラン博士と同じってこと？誰それ？私の知り合いなんだけどウィルに昏睡状態にされちゃったのよ。どうやって起こしたの？魔法で精神に潜って魂を刺激したわ。あら、なら同じね。今結構強く刺激してるんだけど目を覚ましてくれないのよ。その博士とテキーラちゃんの関係は？いやまあなんていうかしがらみのある幼なじみとかそんな感じ？知り合いなのね。もちろん。ならこっちもその線で攻めてみようかしら。その線？住民の知り合いに呼びかけてもらうのよ。ちょっとそれは無理でしょう。33億人が知ってる人なんて。そう、適任がここに2人もいるわ。わらわとゆずのことですか？公女と元公女、ほとんどの人が知ってる人物だもの。リンクに加えるから呼びかけてみて。わらわはダメじゃ。追放されたみーやな。その資格はない。適任はゆずぞ。ならゆずちゃんお願い。わかりました。それじゃあ行くわよ。リンク完了。できるだけ強く呼びかけて。はい。皆の者、我はアームズアライアンスが公女ゆずいざよいなり。今そなたらの魂は心の深淵に閉ざされている。我が声が聞こえるならば答えよ。そして目を覚ませ。己が魂の枷を外し解き放つのだ。ダメだわ。反応して魂が震えたけど蓋が外れるまでの力はなかった。姉様、ゆずでダメならもう姉様しかありませぬ。しかし姉様は先ほど自分には資格がないと言いました。ですがそれはゆずです。ゆずにこそその資格はありませぬ。何故じゃ。ゆずはいつも民を一番に考えていた姉様が
追放されたことが許せないのです。上からの触れを鵜呑みにし、あれだけ尽くしていた姉様を悪人だと信じてしまう者たちが許せない。こんな心を持つゆずがどうして民の目を覚ませましょう。ゆず、お願いです。姉様が、今も姉様こそが誠の皇女なのです。どうか民の魂に呼びかけを。わかった。わらわもやってみようぞ。ハーコットよ、頼む。それじゃあリンクするわ。はい、これでオッケー。わけのわからぬ者どもの攻めにいともたやすく折れ伏せおって、誉れ高きアライアンスの少年玉はこんなものか。まったく情けのうて涙が出るわ。いいか、うぬらは今身も心も縛られ、あられもない醜態を晒しておる。このことをノイエ中、いや平行宇宙中に触れ回ってやろうぞ。末代まで消えぬ恥にていつまでも笑われ続けるがよい。以上である。さらばじゃ。わお、いいね。感動した。なんでやねん。完璧なツッコミよ副長。本当ですか。住民の魂が解放されたわ。覚醒を始めてる。ほんまかいな。さらに完璧よ副長。やりました。これがツッコミか。ベーグルより艦長。私です。医務室にて保護していたハチェットの方が目を覚ましました。了解です。ハーコットさん、これは。もう大丈夫。すぐにポリマーを溶かして。ルクシオールよりファーストエイダー。こちらファーストエイダーなのだ。ナノちゃん、怪盗用ナノマシンを散布して。了解なのだ。それじゃあ行くのだ。名付けてベルトウェーブ。うまくいってるいってる。住民の意識がどんどん活性化してるわ。動き出した証拠よ。姉様、やりましたね。ああ、ゆずは臣民を叱咤激励することしか頭にありませんでした。まさかバリ雑言を浴びせるなんて。この規定、この応用力、そして状況判断力、やはり誠の皇女は姉様です。いや、まあそこまで深くはな、考えておらなんだ。どうした。覚醒の度合いが進んでる。リンクの手を超えそう。もう大丈夫そうだから切るわね。待って姉様、今ならハチェットの全臣民に姉様の誠の言葉が届きます。裏切りの誤解を解いてください。何？さすれば追放も取り消されましょう。そして皇女にお戻りになるべきです。無茶を申すな。そんなことできるわけがあろうか。今さら早くやるならすぐに。もう本当に限界よ。姉様、早くやって。なあなあ、一回切ってつなぎ直しゃいいんじゃね。何言ってんの。限界だから苦しんでるのよ。目を覚ました33億人に再リンクなんて絶対無理。ああ、そうなの。
様の誤解を解かせていただきます。ハーコットさん、ユズを再びリンクして。わらわが傀儡であったは事実。そして一度退いた溝。何よりこの心に誓った夏目いざよいは外より故郷を守ってゆくとな。もうダメ。うにゅうにゅうにゅう。姉様、よい、これでよいのじゃ。うちよりはゆず、そちが守ってゆくのじゃぞ。はい。まあな、目を覚ますときついでに言えばいいんじゃね？どれも無理。覚醒前は無意識ってこと。言葉の力は伝わっても意味は伝わらないわ。あ、そうなの？ままなりません。大切なものをなくした時、膝を抱えて泣いても、そこからはたった1ミリさえ運命の歯車は動かない。そうさ、恐れずに信じて、壊れたものをさあ修復してく力を持って、名作映画のように焦らない物語描いてゆこう。この時を駆け抜けよう。心が震える衝撃受けながら、これから何が起こるか心の中イメージして、終わらない旅共に突き進んでゆこ不測の事態だ。う。かなり深刻よ。オーブ構築の直前まで来たっていうのに。まさか器を解放する術を持っていたなんて。これは僕らのレベルに近い証拠だけれど、危険すぎる。あの船を泳がせたのが原因かな。十分に考えられるわ。すぐに処理をさせよう。ええ、イレギュラーとして。